まっ、うまい、本当うまい。うわ、本当美味しい。うまっ。親方、部屋探訪。いや、人がいるから恥ずかしい。ドッキリやなんですか。じゃあ人がいるから恥ずかしい。やれんって、大きい声で。声を張っていただかないと。めっちゃ恥ずかしいやん。いや、寝起きロケに行くんちゃうんですか。早くしろみたいになってるし。親方、部屋探訪。というわけで今日は離れ駒部屋さんにお邪魔していますんで、はい、ちょっと今稽古もやってますんで、今からちょっと行きたいと思います。はい。はい、
しょ。どうしたはい。よしよしそうです。顎引け。顎引け。あ、違うんだよ。ダメだよ。わかるんだよ。どうしたそうです。
方チャンネル。はい、というわけで、今日稽古が終わりまして、今ちゃんこの時間になりました。でこのちゃんこの、調理映像を事前に撮ってありますので、そちらをちょっとご覧ください。離れ駒部屋の島袋です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のメインは、メインがまず唐揚げで、昨日のうちにニンニクをつけて1日寝かしています。で今日のちゃんこ鍋は、先代松金部屋時代からの直伝のチリちゃんこ、豚チリを作っています。今日は時間があれば4品、時間がなければ3品作ります。では片栗粉から始めます。これは大体どのくらいの量ですか？これは2キロですね。2キロ。はい、昨日のうちに火が通りやすいように横に薄く切って火が通りやすく、こういう時って時間ないので早く唐揚げができるように時間も考えながら、ちょっと最近の楽しみですね。仕込みって言っていいのかな。ちなみに唐揚げの味付けは何ですか？もう味付けはシンプルに鶏ガラとニンニクをちょっと多めに入れて、でちょっと鶏の臭みを消すためにちょっと生姜を入れてます。自分はたまに塩麹調味料を使って簡単に揚げる時もあるんですけど、最近はニンニクで唐揚げをするのがハマってます。ありがとうございます。なんかこれは何を？これはサラダですね。今油がいい感じの温度になる前にちょっと時間が空いたんで、稽古終わってすぐご飯出せるのにちょっと早めに先に準備しておきます。普段のちゃんこは何品ぐらい？普段もう、今日みたいに9時、だいたい9時ぐらいに稽古場から上がって、そこから10時ぐらいですよね、島さん。10時ぐらいまでみんな稽古するんで、ちょうどその1時間で、だいたい3品から4品完成できるように。もし前日のうちに献立を考えてて、間に合いそうになかったら、その前日の夜に仕込んで、野菜切ったりして、だいたい間に合わせるようにはしてます。今日のサラダは何サラダですか？今日はもうシンプルにベビーリーフとキャベツのサラダをミックスさせて、そこにツナマヨ入れて、ちょっとそのツナの成分も出しながら、上におしゃれでカニカマを乗せて、ありきたりのサラダですね。でちょっと油もったいないのでちょっとだけかけて、あとは捨てる。ちなみに個人的に得意料理とかはございますか？自分沖縄出身なんで、チャンプルー系が得意っちゃ得意です。その中で言ったら、豆腐チャンプルーですかね。この前4日前ぐらいに作りました。皆さんやっぱ好評なんですか？いやでもなんかみんな稽古終わった後、結構いろんな、例えば中華だったり、イタリアン料理とか出すんで、みんな楽しそうにっていうか美味しそうに食べてくれるので、そこはなんていうんですか、作ってて嬉しいですね。時間ないんでこれは後で裂きます。衣は片栗粉ですか？片
片栗粉と米粉1対1で割ってます。米粉1対1で。はい。なんかネットで調べたら、片栗粉より米粉入れた方が、なんかめちゃくちゃ食感が良くなるらしいです。すいません。火弱かったかな。これか。めっちゃうまそう。揚げ加減はいかがですか？いい感じだと思います。なんか多分衣が重すぎず、いい感じでついてくれてるんで。離れごま部屋ならではの名物料理とかってあったりするんですか？名物料理は、なんだろう。まあ、ちゃんこで言うと、チゲちゃんこですね。兄弟子の若い木さんが作る、めちゃくちゃ美味しいです。お腹いっぱいでも何杯でも進んじゃう、ちゃんこは生まれて初めてです。あとは北海道の方もいるので、まあなんか海鮮系を使ったり、もういろいろ多いですね。で、愛知の方もいるんで、手羽先にめっちゃ塩コショウ振るやつ、唐揚げみたいなのあるじゃないですか。まあああいうのも作ったり、ほんとみんな地元のご飯っていうか名物作ります。じゃあもう本当日本各地のそうっす。名物料理がそうっす。南沖縄、北北海道が最高ですね。いるんで、うちの部屋は。で沖縄料理と北海道料理食べたい方は、離れごま部屋で待ってます。まあこの料理はシンプルな料理なんですけど、もう豚バラにシンプルにこんぐらいの、ちょっと多いな、こんぐらいのえのきを巻いて、もう焼くだけですね。これ夜、ちゃんこ作ってる時に、まあ当番だったんですよ、自分。はい。で今日何作ろうかなってめっちゃ悩んでて、で、簡単なやつを見に出したんですよ。で、これに、まあ後で言うんですけど、チリソースを上からかけると、やっぱチーズも中に入ってるんで、めちゃくちゃうまいです。はい。昨日、親方チャンネルが来るってなって、はい。ちゃんこ太一山さんの動画見たんですよ。はい。で知らぬい親方、今日来てるじゃないですか。はい。ご飯に厳しいと本当なんですか？いやもう本当です。うわ。もう本当ビシバシ言うんで。だって、僕、4年目とかですよ。ちょっと緊張しますよ。親方にちゃんこを出すって。いやもう知らない方やっぱりもう味にはうるさい。はい。いや、昨日見てて、ちょっと怖くて寝れなかったです。はい。離れごま部屋ははい。どんな部屋ですか？どんな部屋？まあ、率直に言うと、楽しい部屋ですね。やっぱ、まあ、礼儀はもちろんですけど、まあ、兄弟子弟ですし、みんな、ワイワイと、なんですか、プライベートも一緒に、まあ、お出かけしたり、まあ、この夜の自由時間の時も、スイッチあるんで、みんなでプロコンで、夜のちゃんこ終わったら、スマブラ大乱闘したり、マリオカートしたり、みんな兄弟子と一緒に楽しんで。まあ、稽古ももちろん、まあ、師匠も
しっかりなんていうんですかね、一つ一つ細かく教えてくれるんで、この今そのテレビがあるんですけど、自分で相撲見終わってテレビを見て分かんなかった師匠が映像を見ながら一つずつ細かく教えてくれるんで、稽古もしっかりなんていうんですかね、短時間で質の濃い稽古ができるんで、そこは力士にとってもプラスっていうか、いい充実した稽古ができますね。お味はいかがですか？お味は、ニンニクが効いてて最高です。今日ちょっと米粉が多いんで、今これは片栗粉をちょっと多めに変えてやったんですけど、一回ちょっとこれ味見してみます、もう一回。次回の親方チャンネルは親方クッキング。千葉県にちなんだ料理を作っていただきます。やばいやばいやばい、焦げてる焦げてる。正解はここじゃんピーナッツバターの焦げをまとったきのこのソテー、意外に美味しいです。交互期待。前見てください、これ僕もここ座った時からもう気になってしょうがなかったんですよ、食べ物美味しそうで。なんでちょっといただきますか。はい、いただいていいですか。はい、これちなみにこのちゃんこはこれなんか何ちゃんこっていうんですか。これ豚チリです。豚チリ、なんかこののり、焼き海苔ですね。なんか変わってるよね。これあれ先代のはい部屋から受け継いだ味なんですよ。マネージャーさんが考えた、味で、それを引き継いでレシピをいただいて
そのまま使ってる。これ美味しいです。めっちゃちなみに食べたこ食べたことはあります、僕もちろん。とどう好き？僕もはい好きです。どの辺がとどの辺がどの辺がって言われるとちょっと難しいですけど。じゃあちょっと、はいじゃあちょっといただきます。はいでもすっごい美味しそうじゃないこれ。これごまとかも入ってるの？特製のポン酢なんで、食欲とかあんまりない時すごい食べやすいというか。これ手作りとかですか？手作り。ポン酢手作り。手作り。うおーすごっ。特製の。ポン酢好きなんで。どうぞ食べてくださ僕高齢ですから。はいまずかったらまずいって。い。あ、ちゃんと言う。すぐちゃんと言うちゃんと言うスタイルなんで。忖度しないスタイルですから。じゃあ行きますよ。うわ美味しそう。この中の豚チリ好きなんですよね。ポン酢で食べるやつ。ポン酢好きなんで。美味しいと思う。ちょっと海苔つけたい。おいしい。やっぱちょっと独特ですね、独特優しいポン酢ですね。そうそう。酸っぱさより甘みもあるでしょ。なんか甘みがあって、独特なすごい美味しい。そう、美味しいな。海苔がねまた。ね、これ海苔がまた海苔の香りがあって、ごまの香りもあって美味しいですよ。じゃあちょっと食べて感想してみます。はい。今日もできるよ。食べよう。別にいつもと変わらないと思うけど。ありがと変わらないいつもと。俺もちょっと半分ぐらいで大丈夫。この甘みと酸味のねバランスがちょうどいい。う。すごいこのちょっと甘めのポン酢って初めてです。美味しいですね。じゃあ関取。そういうそうまじまじ見られるとちょっと緊張する。いやもういつも通り美味しいです。安定の。安定です。はい。じゃあ次はこのおかずをちょっとなんか美味しそう。これ一番目につくこれってこれ僕が作りました。何？これ豚バラをえのきとチーズを豚バラで巻いて塩コショウで焼いて上からチリソースかけたらなんかめちゃくちゃ美味しかったんでおしゃれ。じゃあちょっといただいて、はいいただきますね。ちょっと箸変えときますね。なんかなんで？いや一応取り分け用のってことですよね。あるんだ。取り分け用の箸使ってないってコメントとか入ると。そう。このチリソースこれも自家製？これは違う。これは違います。自家製です。すごい。すごいやらせになっちゃってるんですけど大丈夫ですか？すごい。美味しいです。これも。どういう作り方なの？チリソースは。チリソースは、ちょっと企業秘密で。はい。言えないですよ。言えないですよ美味しいですもん。商品化をぜひね。じゃあ次こちらはこれは志麻さんが作りました。床島さん。床島さん、床山さん。うちも結構やってくれるんですけど、床山さんって結構料理上手ですね。本当にやってくれる。助かりますよ。掃除ももうすごくやってくれるし。本当助かります。島さんすごい掃除しますよ。掃除好きだかだって新しく新弟子の子支度部屋でずっと掃除してるから清掃の人だと思ってる子多分いますもんね。支度部屋でら。巡業とか。巡業とか九州の先発じゃないですか。掃除しますもん。一番最初に控室来て。じゃあこれちょっとこれもいただきます。なんかちょっとつけた方がいいの？ピッとつけて。じゃあちょっと食べてみますか。
いや、とりわけ夜橋気にしてた割にそっちで行ったやつで行っちゃうんだなって言っちゃったここは知らぬ親やからそういうとこ使われるからいいんだよ。じゃあ行きますね。おお、なんかハンバーグハンバーグです、単純に。なんかこのハンバーグソースもなんかハンバーグのソースみたいなトマト味。これソースは石間さん手作りでしょ。はい、手作りです。ちなみにこれは山響上屋さんからいただいたいただいた肉。ああ、道理でやっぱね、なんかおのが早かった感じるなと思ったら、おいしいよね。次行こうか。これはちなみにこれも志麻さんが作りました。これ炒めてるのかな。これ炒めて、はい、確か塩で水菜と、はい、水菜とこれだ。そうですね。これを輪切りにして、うわ、すごっ。ひと手間。はいは美味しい。い。ごま油の炒める、間違いないです。ちょっと食べてみて。毎日出ないでしょ、これは。そうですね。だからちょっとこれ汗。やっぱり水菜のシャキシャキ感がいいですよね、やっぱり。で、ごま油で間違いないです。師匠もどうですか。なんか俺ねこれ気になったの。この自家製のチリソースね。うわー美味しい。おしゃれ。おしゃれだ。チリソース作るんだもん。おしゃれ。美味しい。なんかうちの部屋もそうだけど、なんかちょっと突き詰めてくると海外っぽい料理に行きまああそうね。すよね。なんか和風っていうよりは部屋のおすすめのなんかおかず、これはもう間違いないみたいなのあります。いややっぱりねこの鶏胸肉の唐揚げ。ああ、そうです。親方唐揚げ好きですもんね。唐揚げ大好き。大好きですね。大好き。まあよく行きましたね、九州の時。ああ行ったね。あ唐揚げ屋で行くんですよ。はい。あもう潰れちゃったもんな。残念。親方になって九州場所に行くと必ず食べる唐揚げ屋さんがある。みんなはそこによく一緒に行って食べてます。じゃあちょっと行きますよ。うわ、本当美味しい。意外と柔らかいでしょ。本当美味しい。胸っていうとパサパサって感じだけど意外と柔らかい。あ、ほっか、胸か。これ誰？これ僕が作りました。これちゃんと肉とかなんかしてるね。はい。昨日の夜に一口サイズに切ってタレをつけて仕込んでました。すごい美味しいですね。でしょ。最高ですこれ。そうです。お店できますよ。本当？そんなうまい？離れごま上山。また本当？うまっ。うまい、本当うまい。次。本当に？ちょっと食べる。嘘ついてんじゃないですか。そこまで言うとちょっと師匠にさすがに悪いね。うまっ。まだ早い。早い食べて。まだ食べてない。うまっ。いや本当美味しい。いや、本当美味しい。柔らかい。そうです。染みてるわ。親方チャンネル。お部屋の話に行きたいと思います。はい。山本は、どうするの最近？まあでも体もちょっとずつ大きくなってきて、まあまつげも上がってるんで、最近でも調子いいよね、ちょっと。まあちょっとだけ上がってるし。はなんかかましてから調子いいよね。そうですね。もうちょっと早く気づけばよかったんですけど。ずーっと言ってきたんだよ。は立ち会いでかまして突っ張ってっていうの。なんかこうかますってこう頭で当たるってことなんですけど、山本はいつもこう手を出して突っ張る相撲だったんですけど、こうちょっといつぐらいから
いやでもここ本当数年ぐらいで思う。なんか頭でこうガーって一回当たり出してからなんか上位の方に行って、はねい、なんでもうちょっと気づけなかったのかっていう。なんかもう本当初めてぐらいの。いやもちろんもともとかます時もあったんですけど、なんですかやっぱ最近やっぱ体の衰えでやっぱ突き押しだと分かると思うんですけど、当たって引けば大体落ちるってなんか昔若い頃思いませんでした、その感覚で言ってたら最近もうちょっと押し込めなくなってきたんで、まず立ち合いでだからもうちょっと押し込まなきゃ引いても効かないなと思ったなるほど。それでかまし出した。はい、そしたら意外と前に出れたっていう、だってすごい相撲取る時あるんですよね、当たってボーンって。スピードがあるからまず立ち合いがね、そこはまずしっかり当たられてるから流れが作れて。じゃあちょっと今年の目標かなんか聞いちゃおうかな。まあ、そうですね、まあ、やっぱり三役に1回どうしても上がりたいんで、ああ、上がったことないんだ。マウント取るな。そっか、上がったことないんだ。そっか。知らぬ親方に追いつきたいなと思ってます。まあもう俺なんかもうすぐ追いつけるから俺なんかもう目標にしちゃダメ。いやでも僕入門した時、教習所の教官の先生でまだ相撲取ってましたからねそうなんですよ、でもそう相撲取ったんですよ、取ってみた。取ってみて、もっと軽いんだろうなと思ったんですよ、実際、こう多分手出してバーって突っ張ってきて、多分軽いんだろうなと思って下から押さえてちょっと引くの待ってりゃいいかなぐらいに思ってたら、もうまあまあ強かったですしかも顎とかくるし、もういや悪いやつだなと思ってでも強かったです、多分見て知らない方もいると思いますけど、1年市役所の職員。そうです、役場の職員で15日間戦ってたら本当7日目ぐらいに1回だけ思うんですよ、まだ公務員やっときゃよかったなってやっぱしんどい時がなんかあるんですよ、でもすごいでも役場のに就職して力士になるって、こういうなんか結構な決断じゃない。やっぱ若かったから多分なんとかその勢いで来たんですけど、でもお母さんだけですね反対してたの家で硬いでもそうよね。もうこうなってみたからよかったけどね。そうですね、今だからなんとかですけど、まあでもあそこでやるって思わないとこうなってないんだもんね宝くじ買わなきゃ当たんないのと一緒です、すごいけどこう見えてね、重量上がってすぐ大怪我したのよ、でもうねちょっと腐り気味になってたの実は、その時はもう師匠だ。いや俺はねまあ師匠倒れられて、宿舎泊まるようにして、ずーっと毎日ね俺のとこ来て、ずーっと愚痴、こうだって1時間ぐらいか、毎日な、最初すっごい出たいって言ったんですけど、その途中休場して、ちょっと休んでもう一回出たいって言ったんですけど、師匠がダメだって言うんで今考えればよかったと思います、あの時ちゃんと直して。それ分かりますよね。現役の頃って出たいじゃないですか。そう、無理して出たいじゃないですか。テレビつけてさ、誰か相撲取ってんの見るのもね気持ち的にきついし、痛い時はね休んだ方がいい。そうですよね、ちゃんと治した方がいい。だから絶対治した方がいいと思う。ぜひ見てる力士の方いたら、そうですね、怪我は治してから出た方がいいです、恐れずに、師匠から見てどうですか、一山本関。いやね、もうこ部屋この2年ぐらいはずーっとこう上位で戦えてるし、チャンスはチャンスだよね。もうちょっとここ、あとここみたいな。あとここ言っちゃっていいの？言っちゃってください。思考が足んないかな。出た。まあね、本人の加減もあるし、あんまり言わないけどね、そこはちょっと足りてないかな。言われるよ、サンクチュアリみたいな。思考が足りねえからだ。みんな見てもらうと分かる通り足がまだ細いでしょ。これ以上太くなんないんじゃないかなと思ってます。僕多分ここ長いんで細く見えてるだけなんじゃないかと思ってるんですよ。いや、そういう言い訳するんだよ。僕多分知らない方ぐらいのちょっと長さのそれ失礼だ。すいませんすいません、どう考えても失礼ですよ今の。ギュッとなってる。俺ギュッと膝から下が短いみたいな。短いけどもよ。短いけどもよ。親方チャンネル。離れごはん方はそれで
言うと現役からだいぶシュッとされたと思うんですけど、あれ現役の頃何キロでしたっけ？現役170キロです。で今は今95とか。すごいですね。一回ね88まで落としたの。そしたら周りの人にもうやめた方がいいよと、病的だからって言われてちょっと戻して今90なんですね。95ぐらい。すごい。なんかちょっと違いますもんね、シュッとして。親方って言ったらなんかえっと言われる時あるんですか？ある。スーツとか作り行ったらラグビーでもやられてたんですかとか。ちょっと嬉しい。っていうかさ、一時やってたじゃない。一時痩せました。120キロ。もうやめたの。もうダメですね。もうダメです挫折？最近また痩せようと思って。あ、そう。ちょっと試みてるんです。筋トレとかね、はい懸垂とかよくやってた。そうなんですよ。懸垂3回できたんですよ。三ちゃんとマックスまで行った時は。ダメなんですよ。やっぱ続かないんだ。続かないっていうかなんかこうなっちゃうんで、なんか1個でもできなくなるともういいやってなっちゃうんですよ。だからご飯とかも餌みたいな生活になって、でもなんかほぼ毎日ジムとか行って、いいんじゃない？でなんかそれが1個崩れるとなんかもういいや、なんかジム行けなくなったとか思ってもういいやみたいなね。一日休むとそうで崩れてっちゃうんですけど、ちょっと最近はもうちょっと無理なく行こう。もう好きなもの食べて、量は気をつけながら好きなもの食べて、もう本当もうアホみたいに運動しないで、軽くしようって、とりあえず毎日軽くなんかしようみたいな。毎日続けられるぐらい。はい、だから5キロのダンベル買いました。5キロ。今もジム行くんですか？行ってる。今も行ってきた。朝5時に起きて。うわなんか聞いたことあるなそれ。聞いたことありますよ。今日も朝5時に行ってきたって本当？いるんですよ。もう一人誰？浮かぶんですよ。小野川親方。ああ。でも小野川親方お酒好きだからね。お酒飲んじゃうと筋肉落ちるからね。いやでもなんかいつ寝てるかわかんないですよね。なんか、いや夜中まで飲んで。飲み行って多分朝ジム行って、やっぱ朝汗かいたから調子いいわとか言って、もういつ寝てんのかなと思って。親方寝るの早いですもんね。寝るの早い。俺9時とか。早っ。早い。地方場所は特に早い。9時。いや意外と遅いよ夜帰ってくるの。遅いかな。もうあんま部屋にいたくない。だから先代の時は結婚しないと部屋から出れないって言われたんですけど、師匠がどうするんだって聞かれて、多分1週間後ぐらいにもう部屋出ました。出ますっていいよって言ってくれたんで。いやすごい大事なことだと思うのよ。やっぱりいろいろね家賃払ったりとか光熱費払って、そうですね。勉強じゃないですか。それで番付上がってったような気がします。部屋出て。よかったね。よかった本当。よかったね。師匠のおかげです。あ、そうなの？部屋出てからいやなんか部屋出てからより上がったと思います。何なの要因は？僕なんか場所中あんまり力士と一緒にいたくないんですよね。気持ちの面でってこと？常に相撲考えなきゃいけないじゃないですか。なんか曲げついてるやつ見たら。ってことはオンとオフがしっかりできるようになったところ。それ良かったですね。良かったですね。良かったわ。親方チャンネル。はい、というわけで本日は離れ駒部屋さんにお邪魔させていただきました。本当本日はお忙しい中朝からお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、ハイプ、シェア、コメント等々お待ちしておりますのでよろしくお願いします。本日は離れ駒部屋さんでした。ありがとうございました。じゃあちょっと、はい、本格的にカメラ止めていただいて帰ります。はい、ありがとうございます。